エル・メリナさん、1万回のニコニコ。皆さん、こんにちは。ダニエル・メリナと申します。先日、信濃川沿いを一人でとことこ歩いていると、蛇がニョロニョロ現れました。蛇がぐにゃぐにゃ動くのを見て、私の体はゾクゾクしました。蛇はピタッと止まって、くるっ首を回し、ギョロ私を見て、シャーッと通りました。私はそれを見て、ヒヤヒヤ、ドキドキして、汗が垂れ垂れ垂れて、足がガクガクしました。さて、今、私はあえてたくさんの音を使いました。日本語が持つこれらの音が私のスピーチのテーマです。日本語には2種類の音があります。それは日本語と擬態語です。実際の音や声を真似た言葉を日本語と言います。例えば、猫の鳴き声はニャニャ、人のいびきはグーグーと言います。一方、物や人の様子を表す言葉を擬態語と言います。例えば、周りを見るときにキョロキョロと言ったり、スマイルを見せるとき、ニコニコと言ったりします。私は日本語を学ぶにあたって、この擬態語が大変面白いと思っています。英語にも他の言語にもこの擬態語はありません。初めて聞いたとき、音のないものに音をつけるという考えをバカバカしいと思いました。雲はふわふわと言いませんし、光はピカピカと言わないからです。しかし、ある日、地震の後にテレビでニュースを見ていたとき、アナウンサーがグラグラしました。言いました。私はびっくりしました。なぜなら、とっても大切な場面でも擬態語は使われているからです。興味を持って調べてみると、いくつかの擬態語にはいろいろな意味があり、使うときには気をつけなければならないと知りました。私が教えている英会話学校の生徒に、先週は何をしましたかと聞くと、彼はゴロゴロしました。答えました。私は、床でゴロゴロ転がったのと思いました。なぜなら、ゴロゴロは何かが転がる音だと思っていたからです。全然意味が違いますね。また、擬態語は便利です。去年の冬、スノーボードに行ったとき、雪が氷のように固まっているところがありました。友達に、滑るから気をつけてと言おうとしましたが、言い方が分かりませんでした。父さんに、そこ、つるつると言ったところ、友達は避けることができました。私が擬態語を上手に使うと、日本人のみんなが喜んでくれます。それは日本語を話す勇気となり、自信となります。日本語をペラペラ話せるようになるためには、擬態語はなくてはなりません。それに、日本語の勉強がもっと楽しくなります。1万回スマイルを見せても、決してその音は聞こえません。しかし、ニコニコという言葉が私の心の中に1万回思い浮かびます。そして、日々少しずつ日本人の心に近づいていることを実感します。ありがとうございました。
次は韓国